こんにちは、ケンです。今回は日本全国47都道府県制覇の第4回の長崎県です。ちなみに今私は長崎県の諫早市長井町にいます。この辺りの海岸線にはフルーツの形をしたバス停があります。目の前にあるのはメロンですが、他にもいろいろな果物があるそうです。こちらはイチゴのバス停、他にもみかんやスイカなどいろいろと見かけました。それでは長崎の旅スタートです。佐世保に来ています。ちょうど客船が入ってきているタイミングでした。アドーラマジックシティという中国初の国産クルーズ船らしいです。13万トン以上のサイズで全長は320メートル、東京タワーを横に倒した長さとほとんど一緒です。欧米系のクルーズラインにしか乗ったことがないので機会を作って乗ってみたいです。まずは腹ごしらえに佐世保バーガーを食べます。ここは自分が佐世保に来るときによく立ち寄るお店。今日は定番のスペシャルバーガーにします。マスタードが可愛い。ハインツじゃなくてフレンチ。今日はクルーズ船の影響もありオーダーが混み合っているようでした。時間はあるので気長に待ちます。佐世保バーガーって決まったスタイルがあるのではなく、佐世保市内の店で手作りされたハンバーガーを指すらしいですね。スペシャルバーガーが出来上がりました。パティの上に卵やベーコンとたっぷりのレタス。ではいただきましょう。腹ごしらえも済んだので移動を開始します。佐世保中心部から車で20分ほどの石岳展望台にやってきました。大小さまざまな島がたくさん浮かんでいます。長崎には1479の島があって、これは日本の都道府県で一番多いらしいです。反対側には街並みも見えますね。複雑な地形の合間を縫って街が発展してきたんですね。この辺りはいくつも展望台があるんですね。中でもこの石岳展望台は映画ラストサムライの冒頭のシーンにも使われたそうです。今日はこれから長崎市に向かいます。本日のお宿カンデオホテルズ長崎新地中華街。フロントから長崎の街がよく見えます。地ドリンクがいろいろ用意されていて気になる。今日のお部屋はこんな感じ。一人用なので広さはないですが、とても綺麗なお部屋。クイーンベッドで1泊中1740円はお得なんじゃないかな。お風呂も綺麗め。冷蔵庫周りも綺麗にまとまっています。カンデオホテルズって初めて泊まったんだけど、どこもこんな感じの内装なのかな。いいね。軽くシャワーを浴びて外に出てきました。風呂上がりの散歩は気持ちいいね。中華街を抜けていきます。結構立派なお店が多いです。こっちも立派な店構え。ここはちゃんぽんのお店ですね。生からすみちゃんぽん、気になる。続いてふ頭の方にやってきました。夕日を浴びて綺麗ですね。ふ頭や港は生活圏にある暮らしに憧れがあります。ふとした散歩とかが気持ちいいんだろうな。飲食店も続々と夜営業を始めていました。ずっと眺めていられそうだよね。ふ頭から少し歩いていたら出島にたどり着きました。出島っていう名前なのになんでこんな場所にあるのかと思ったら、昔はこの辺りまで海だったんだね。教科書でよく見たこの折り立ての出島、1800年代後半に埋め立てによって陸地地になったとのことでした。今は橋を渡った先は出島和蘭商館跡として再建されています。この白い建物は実際に当時あった洋館とのこと。その他の多くの建物は復元されたものとのことです。ミニチュアが当時の様子を伝えてくれていました。建物の縮尺を考えるとかなり狭い空間だったことが伺えますね。
ヨーロッパからやってきた人にはカルチャーギャップがすごかったでしょう。長いところでも全長230メーターほどの土地、佐世保で見たクルーズ船より小さいもんな。出島には舶来品がやってくるとともに銅を輸出していました。こんな感じで箱に詰めて輸出してたんですね。こちらはカピタンベア。こんな感じでみんなで酌情を取ったり、日本側の要人をもてなしたりしていたようです。きっとこんな一コマもあったんでしょう。タイムマシンがあったとしたら、この頃の激動の日本にはぜひ行ってみたいですね。この時代のオランダの勢いはすごく、アジアにも各国に拠点を築いていました。ベジタイは当時のタイの王朝があった場所ですね。こちらはインドネシアのジャワ島。本当にこんな光景だったんですかね。見てみたかったな。大航海時代好きとしては興味深いものが多くて、かなり長居してしまいました。では晩ご飯を食べに行きましょう。やってきたのはこっち、ミッキー・アースティン。トルコライスが有名なお店。とんでもなくメニュー数が豊富なレストランです。では入ってみましょう。注文した料理が届きました。ピラフとナポリタンの上にオムレツとトンカツが乗っています。ピラフ、ナポリタン、トンカツのベーシックなトルコライスの派生形として、この店では100種類ぐらいのバリエーションがあります。メニューを撮影機にしたのことだったので、ぜひ実際にお店に足を運んで衝撃のメニュー表を見てみてほしいです。まずはカツからいただきます。いただきます。ピラフも量がすごいんですよ。メニューにはお店の方のお客さんをお腹いっぱいにしたいという思いが熱く綴られていました。この町アーケードからすぐのメガネ橋に立ち寄りました。このフォルムがメガネ橋と呼ばれるゆえん、晴れた日中であればもっと綺麗に水面に橋が映り込みます。それではこの後はホテルに戻って休もうと思います。おはようございます。地獄にやってきました。あちこちから温泉の噴気が吹き出しています。地獄と呼びたくなるのもわからんでもないです。ここは島原半島にある雲仙温泉。古くから温泉宿が集まっているところです。こじんまりとしていますが温泉街特有の雰囲気。日本で一番新しい山、平成新山の近いです。近くを散策していたら温泉卵とラムネを売っていました。ここでグツグツやっているわけではなく、完成品を保温して販売しているようです。ラムネとネボネード。なんだか涼しげでいいですね。このレトロな温泉レモネードをもらうことにしました。では昼ご飯を食べましょう。この地獄そうめんっていうのを食べてみます。少し濁ったスープにそうめんとお肉などの具材が乗っています。今日最初の食事なのでお腹に優しそうで助かります。ごちそうさまでした。では次の目的地に向かいましょう。山を下って海が見えてきました。島原市内に向かっています。島原城です。この美しいお城は今から400年前に松倉重政によって作られました。重政はいわゆる暴君として伝えられることも多い人物で、領民の加勢と搾取が島原の乱の原因となりました。分不相応の大きなお城の築城に伴う重税やキリシタン弾圧が農民たちの一気につながっていきました。なので天草四郎の銅像がこの島原城に立っているのは少し皮肉っぽくもありますね。結局これを機に幕府は禁教令を出し、鎖国路線へと舵を切っていくこととなりました。島原城のそばには武家屋敷が残っています。いくつか開放されている邸宅があるので見学してみます。400年前の武士の屋敷が保存されています。90坪に区切られた区画に多くの下級武士が住んでいたようです。お宅ごとに空間の使い方が違うのも面白いです。こちらは光がよく入る構造になってますね。外はかなり暑いんですが、中に入るとひんやりとしています。
400年もの前の家の維持管理する地域の方々のおかげで面白いものが見ることができました。ではまた次へ。島原の商店街を歩いています。こちらは水脈ミオ。建物の中を水路が流れるホテルです。1階部分はカフェにもなっています。足元には水路がうっかり落ちないようにしないと。当時は何に使ってたんでしょうかね。暑かったのでコーヒーフロートにしました。中にコーヒーゼリーも入ってます。ミオはコワーキングスペースにもなっているようで、いろんな人の出入りがありました。歴史ある街にこんな空間があると素敵ですね。落ち着く空間だったので名残惜しいですが、フライトの時間もあるのでそろそろ空港に向かいます。長崎空港まで帰ってきました。佐賀編と合わせて2泊3日、いろんなところを旅しました。さて最後の長崎ご飯は何にしようかな。皿うどんなんていいですね。このお店にしましょう。QR コードを読み取ってスマホで注文する形式でした。結局皿うどんの他に角煮まんも注文。皿うどんは中はパリパリです。麺のパリパリ感とあんのギャップが面白い。途中から麺が伸びてくるのか、食べても食べても量が減らないんですよね。結構時間をかけてしっかり完食しました。ごちそうさまでした。展望デッキにやってきました。あっという間の長崎旅でした。ご当地グルメをいろいろと食べられたのが嬉しかったな。それでは今回の振り返りです。今回は佐賀編と一緒に旅したので移動費が浮いたのが良かった。続いて静塗り状況はこちら。だいぶ九州の輪郭が見えてきました。それでは今回の長崎編はここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。